パーソナルトレーナーのゆうじです。パーソナルトレーニング、オンラインパーソナルトレーニング、出張パーソナルトレーニング、LINE パーソナルトレーニングのお申し込み、お問い合わせは概要欄のメールからお願いします。とりあえず1回でも OK です。今日はですね、50歳を過ぎた筋トレに本当に必要なこと5選ということで5つ挙げていきたいんですけど、今回ね、なぜこれを話そうかと思ったかというと、ものすごいね、ちょっと自分自身もね、身に染みて感じるところがあったので、そこのところも含めてお話ししたいと思っています。で、この5つというのは、特に50歳を過ぎた体にとってはものすごい大事なことで、筋トレをする上でどういうエクササイズとか重さとかどうとか、その辺のことは当たり前なんですけど、それはもう20代でも30代でも同じなんですけれども、ただ50歳以上になってくると、筋トレ以外のところでも本当に必要なことというのがあるので、そのあたりをね、お話ししていきたいと思います。で、まず1つ目というのがですね、頻繁にやるということですね。これ僕しょっちゅう言ってますけれども、ただ今回ね、本当にね、身に染みで感じたんですよ。年末年始、なんかね、結構忙しかったんですよ。仕事もそうですけれども、ちょっと子供のことでいろいろ忙しくて、正直この年末の休みに入る前の段階で自分のトレーニングがちょっと抜けちゃったんですね。で、年末年始の休みに入っても、いろいろやることがあって、なかなか思うように自分のトレーニングができなかったんですね。本当に軽い運動を少しだけで、それもね、毎日できたわけじゃなかったんですね。で、そういう風になってくると、ちょっと感じてくるのが、なんか自分の体が冷たいな、なんかすごく寒さを感じるなっていう風になってくるんですね。今寒いからな、みたいな感じかと思ってたんですよ。実際トレーニングをいつも通りに再開させると、これだ。俺の体これなんだっていうことをすごく感じるんですね。それは本格的にトレーニングを再開した後に感じたんですけれども、やっぱり体の血行がものすごく良くなって、自分の体が熱を持つんですね。この血液が流れてて熱を持ってる感じというのが、これが本来の俺の体だ。こうあるべきだっていうふうにはすごくね、実感したんですね。だから運動しない時間があまりにも長くなってしまうと、やっぱり血行が悪くなる。で、血行が悪くなると体の熱が下がっていく。だから寒さを感じてくるわけですけど、女性の人で僕と同年代の人で筋トレをしっかり始めてもう4、5年になるんですけれども、その女性は今まで冷え性があったのが全くなくなったと。で、それどころかびっくりすることに体温が 1.5 度上がったと。逆に 1.5 度低かった時はどうなのかという、それすごい問題だなって感じですけど、あまり体脂肪がない女性ではあったんですけど、1.5 度違ったら大きな違いですよ。それだけ違えば結構体調は違うと思うんですね。で、体に熱があるないっていうのはその病気の熱ではなくて、体があったかい状況なのか、冷たい状況なのかというのは、基本的に病気になりやすいかどうかという問題に関わってくるんですね。血流が悪い、体温が低ければ、やっぱりいろんな病気にかかりやすいんですね。実際エアコンがなかった昔、かなり昔の時代はいろいろ病気があったのは、今はエアコンがあるんで、基本的にはあったかい状況でいられるので、昔あった病気、皮膚の病気とかそういうものがないらしいんですね。それやっぱりね、血流良くて体温が高い方がいいらしいんですね。なので、やっぱり頻繁に行うことで、血流を良くして体に熱を持たせるということが50歳以上はすごく大切です。なので、これについては、ジムにはね、結構午前中には60代、70代の人がすごく多いです。で、その方たちを見ていると、すごく重いとか体をこんな風に変えてやろうみたいな感じではなくて、日常のこととしてほぼ毎日やってるんですけれども、でもそのほぼ毎日やってる姿を僕10年とか15年とか見てるわけですよ。同じ人たちをね。でもそれがすごく大切で、頻繁にやっていくことで、あの方たちは血行良くて熱を持ってて健康でいられるんだなというのをもう15年見てるんですね。だからやっぱり頻繁にやっていくということが50歳過ぎたらすごく大切になってきます。そして2つ目というのが休まないことですね。さっきの話に少し絡んできますけれども、休まないことがすごく大事だと思います。例えば重い重量を持ち上げて怪我しましたっていう風になると、回復に時間がかかります。これが本当に特に腰のあたりとかだと50歳を過ぎると本当に時間かかるんですよね。で、腰を痛めた人がなんか昔より長く時間がかかるっていう風に言うわけですよ。実際そうです。ほんのちょっと腰の筋肉をキュッと痛めただけでも3週間4週間ずっと痛かったりします。で、そうなるとやっぱりトレーニングを休まなきゃいけない。やれるはずのエクササイズができないという風になってくるので、そういったね、休むとかレベルを落とす時間が長くなってしまうので、できる限り怪我をしないように、そして休まないようにやっていくことが大事。それが当然他の病気もそうですね。基本的には風邪とかインフルエンザとかその辺ですけれども、これね、どうしてもかかるもんだというものではなくて、自分が免疫力を高めておく必要はあると思うんですね。運動をすることで免疫力がどんどん高まってきますけども、それ以外にやはりね、よく寝ること、しっかり睡眠をとることで免疫力が一番上がってきますので、とにかく睡眠不足にならないような日常を送るということが免疫力を高めて風邪、インフルエンザになりにくい体を作っていくということですね。そこの睡眠については僕もね、すごくね、重視してて、
とにかく決まった時間は寝るようにはしてますね。ただそういう中で、50歳を過ぎてくると朝方ね、早く目が覚めたり、眠りが浅くなったりして、寝たいんだけど眠れないっていうことはよくあると思います。これに関しては僕は5ヶ月前から CBN オイルというものを取ってます。最初は CBD オイルを試してみたんですけども、そっちでもね、寝れる人っていうのはいるんですけど、僕はそっちであまり変わらなかったので、CBN オイルの方を試してみたら、本当にね、それを取り始めた1週間目から効果を感じて、朝方頭が冴えるとか眠れないとか、早く起きてしまうっていうのはなくなったんですね。やっぱり僕はそういう年代なので、その辺をね、この2、3年結構ね、悩んでたんですけど、この CBN オイルを取ることで、そこはすっかり解消されて、基本的にほぼ毎日目覚ましかけるまで寝れてます。ちなみにこのネイチャーカーの CBN オイルは、その販売ホームページにこのチャンネルの特別クーポンセクシーフィットを入れればさらに安くなりますので、この特別クーポンを入れて購入していただけるとお得に購入できますので、ぜひね、この特別クーポンを使ってください。詳しくは下の概要欄に貼っておきます。そんな感じで、怪我とか病気でとにかく休まないように、怪我をしないようなトレーニングをしていく。それが病気にならないように睡眠をとっていく。そういったことで休まないということが、やっぱりね、50歳を過ぎた筋トレには非常に重要ですね。休んでしまうと、その後退して取り戻すのがものすごい苦労しますから、とにかく休まないようにやり続けることが効果を上げていくことになっていきますね。そして3番目の方がエクササイズの方に入っていきますけれども、深くしゃがむということですね。これはスクワットでもバックランジでもブルガリアンスクワットでも全部同じです。深くしゃがむということ。スクワットバックランジでも、このしゃがむといった時に、これね、下に行けば行くほど、当然きついです。上は楽でどんどんきつくなるから、そのきつくなるということ自体が、やっぱり難しくて下ろせないっていうのもあるんですけれども、実際ね、重いスクワットやってきて、もも水平あたりまで行った方がいいんですけど、その方がしっかり形変わるんですけど、そこはちょうどきついところになってくるので、そうするとね、人間ってね、身の危険を感じるんですよ。恐怖を感じるんですよ。無意識にね。その恐怖を感じるのでどうしても下ろせない。バックランジでもなんとなく怖さを感じて恐怖を感じるのでガタッといってしまうような恐怖を感じるのであんまり下ろせないというふうになってしまうんですが、ただね、できるだけ深く下ろすようにした方が効果はあります。だからスクワットでもすごく重いのをこのぐらいでやっていくよりはもう 30% 軽くしてもう水平までしっかり下ろしていくというようなスクワットをやった方がよっぽど効果あります。その方が実際には足の筋力が上がっていくのと足の形がかっこよくなってきます。でこういったブルガリアンスクワットでもダンベルを持ってやる前にとにかく深く下ろすということをね、しっかり心がけてやってほしいんですね。ダンベルを持つよりはまず深く下げるということをできるようになってほしいです。それができるようになったらようやくダンベルを持って重くしていくということですね。本当にね、重く浅くよりは軽くてもいいから深く下ろしていく方が実際筋力が上がってくるし、お尻の形が良くなってきますので、これは深くしゃがむという方を選んでください。そして4番目なんですけども、4番目はお腹と腰の強化ですね。これは普段僕がトレーニングをしててすごく実感しているところで、50歳以上の人が自分が思ったような体にならない原因というのはお腹と腰が弱いからなんですね。大胸筋をつけたい、肩をつけたい、背中の筋肉をつけたい、足もしっかりしたいと思いつつも、お腹と腰がそれに見合ったレベルになってないので、思ったレベルのトレーニングができてないんですね。だからお腹と腰さえしっかり強くなれば、思ったレベルの筋トレできるんですよ。そうすると体が良くなってくる。なのでどんな人でも本当に全員デッドリフトはやってほしいです。もう軽いところから始めればいいので、軽いところから始めて、こんな風にね、5キロ5キロで構わないので、軽いところから始めて、徐々に半年1年かけて少しずつ重くすればいいので、もうこのデッドリフトをやって腰を鍛えるというのはもう絶対やった方がいいですね。これはやらないと損します。それから腹筋の方ですけれども、腹筋はね、やっぱり最初はこのクランチができればいい。これを15回3セット正しくやってくださいねというような感じですけれども、これも当然ですよ。これができなければ次はないです。なのでこのクランチ15回3セットは正しくできるようになってほしいんですけど、ただこのクランチをいつまでも辛いって何年もやっててもやっぱりしょうがないので、そこはもっと強化してほしいですね。それはさっき言った自分が思った体を作るための腹筋のレベルではないということですね。クランチができるようになったら足を伸ばしてのレッグレーズ15回3セットはできるようになってほしいし、正直言うとこの肩甲骨を上に出して行う両方から折り曲げて落としていくというこのダブルハイパークランチ10回あるいは15回っていうのは、ね、正しい感じで、ね、このお尻と背中を上げる、足が曲がらないという感じで、もうこのレベルはできるようになってほしいです。これはいい体になりたいと思ったら絶対必要なレベルで、このぐらいの腹筋はもう作っておいてほしいです。腹筋が強くて悪いことはないです。いいことしかないです。
そんな強いお腹と腰があれば、もっともっとね、思うような体を作るエクササイズができますので、ここはね、50歳以上本当に強化してほしいところです。そして最後5番目ですけれども、これは3箇所の柔軟性です。柔軟性でも3箇所柔らかくしてほしいです。これも本当普段ね、パーソナルトレーニングで指導していて、毎日感じているところではあるんですけど、まず1つ目の柔軟性というのは、このハムストリングスね、もも裏のハムストリングス。とにかくこれが硬いのでエクササイズの邪魔をします。スクワットをやっても背中の運動をやってもデッドリフトやってもこのハムストリングスが硬いので腰と背中が丸まっちゃうということですね。そうするといい筋トレができないんですよね。なのでこういったね片足開脚、片足広げて反対の手を伸ばしてというこの片足開脚というのをもう毎日しっかりやって腰も伸びますけれどもこのハムストリングスをしっかり伸ばすという意味でもう毎日やってほしいです。もう僕も本当にねこれ毎日左右交互に4、5セットやってますので、これはもうぜひやってほしいですね。それから2番目の柔軟性というのは、腰と背中の柔軟性ですね。今、ハムストリングスが硬いから背中が反れないと言いましたが、そもそもね、腰と背中反れない形になってる人も多いので、座り仕事が長くて、その丸まった形に体が固まってしまっていることが多いので、こういうふうに腕を突っ張って胸と頭を上げた状態で腰を脱力して背中と腰の反りを作るというね、これを最初やると、っていう人もいるんですけれども、脱力していけばどんどん慣れていきますので、これも頻繁にやった方がとにかく早く良くなります。やれば必ず良くなりますから、最初はこうやって浮いててもだんだんこういうふうに床に近づいていきますので、腰が自然にね反れるような形にしてほしいですね。無理してグッと押す必要はないですから、腰はあくまで脱力している状態、腕を突っ張ってるだけですね。この30秒というのを何セットかやっていけば反りが作れるようになってきます。そして3つ目の柔軟性というのは肩ですね。肩なんですけど、いわゆる肩だけこうやってストレッチするっていうわけではなくて、腕を上に上げられるような柔軟性が欲しいということなんですね。これはね、この脇が硬いどうこうもあるんですけど、きちんとこの辺りの僧帽筋が収縮できるかどうかにも関わってきますので、とにかく腕をしっかり上げること、腕を上げること、腕を真上に上げた中で、さらに背中と腰を少し反らすという、こういう感じ。こういった柔軟性が欲しいですね。これが腕がこの辺りとか、腕を上げようと思っても体が後ろに行っちゃうではなく、背中が丸まった状態ではなく、背中腰が反った中で、かつ腕を真上に上げていく。そうすると、腰背中の収縮が入った中で、この脇が伸びていくという感じ。それで僧帽筋が収縮していく。ぐっと胸を持ち上げることで、背中と腰が反って、さらに腕を上げていく。という、この形をしょっちゅうとってほしいです。会社でやってるとね、ちょっと何やってんだろうというふうになりますけど、家にいる時には、こういった感じのストレッチね。これもうストレッチだと思ってください。こういった感じのことをね、しょっちゅうやってほしいです。これ肘を完全に伸ばした、少し後ろにこういうふうにバウンドしても構わないですけど、とにかく肘を伸ばした形で上に伸ばして胸も持ち上げて背中も反らす。こういった形の柔軟もすごく必要です。これができなければ、ショルダープレスでも腕が前に行ってしまう、肩の筋肉がつかないとかいうふうになってしまいますので、このね、ハムストリングス、腰、背中、そして肩の柔軟性。この3つの柔軟性というのはレベルを上げてほしいです。そんな感じでね、50歳を過ぎた筋トレには本当に必要なことというのが5つあります。で、この5つはもう日常的にね、注意を払っていくべきところではありますので、エクササイズそのものではありませんですけども、エクササイズをね、しっかりレベルを高いものにしていく。そして効果を出していくためにはね、必要なことではありますので、しっかりこのあたりを実行していきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタなどもやってます。フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。